というわけで、ついに来ていただきました。蓮舫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。蓮舫さん。はい。ものすごい盛り上がってますね、都知事選。そうですか。いや、すごい盛り上がってますよ。なんかでも、はい。街頭活動を行うごとうんうにん来てくださる方がすごく多くなってて、そうですよね。いっぱい答えようと思ってます。ありがとうございます。いや、特に、この前の公開討論会。結構ピリピリしてましたよね。あれは痛快というか、はいものすごく面白かったんですよ。私も出てて面白かったです。本当ですか？はい。で、その中でもやっぱり具体的にその面白さをこう切り込んで作ってらっしゃったのが蓮舫さんだと私は思ってるんですけども。国会で慣れてるもんで。やっぱさすがですよね。はい切り込み、いくつかのやっぱりみんな印象に残ってるやりとりがあったと思うんですけど、そこら辺のやりとりって全体的に見ても、蓮舫さんがやろうとなさってる、やっぱり行政改革、見える化、あのあたりの国民がこうすごくモヤモヤしてるあたり、都民がモヤモヤしてるあたりに切り込んでたと思うので、あのあたりちょっとおさらいして聞いていってもいいですか？小池都政で8年間で見える化はすごい進めてくださったんです。うんこれはもうとても評価しています。はいただ非常に残念なのが、その先がないというか、例えばその8年間で8100億円財源を確保したと、喧伝されてるんですけれども、実際全部洗いましたが、いくらの事業がいくらに減額したというのはあるんですけど、バックデータがないんですね。バックデータというのは、予算です。だから例えば1300万円の事業が、翌年度に1000万円になって300万円削減したと。どういう手段でこの300万円が削減されたのかっていうのが見えないんですね。背景が見えない。例えば契約を変えたとか、あるいは執行の体制を変えたとか、あるいはその効率化をしたとか、それで縮減したっていうのが普通あるんですけど、それがないんですよ。で、それともう一つは、小池さんが言われてる行革は、その事業が終わるときに行革で点検をするというんです。それっておかしくて、何か事業が終わったときに点検して生まれた予算というのは残金ですよね。一般的に国で言ったら不用額、剰余金です。で、行革っていうのは終わった時にやるんであんまり意味がなくて、途中なんです。年度途中で今行ってる事業がどうなのかって点検して、ここは予算がダブついてますね。あるいはここは足りないですね。で、途中で費用対効果を最大限高めるためにチェックをして、終わった時にその成果が出るんです。だから両方でやらなければいけないのが、最後だけでやったら、例えば公共事業なんかも対象にしてるんですけども、公共事業で終わった時の残ったお金って、間違いなく残金です。翌年度に溶け込んでいく不用額なんで、私はその先にある行革をやりたいと思ってます。なるほど。その見える化は進めたけども不十分だっていうことですよね。もったいないです。もっといけるのに。これおっしゃってた中で、その実行委員会ですよね。なんかそのよくご存知で。もうそこすごく面白かったんですよ。面白いですよね。見える化なさってると思うんですけどもと。ただ実行委員会っていうスキームを通すと、それがチェックできないものになってしまうよね、ということを切り込んだときに、小池さんの返しって覚えてらっしゃいます？なんて言ったっけな。小池さんがですね、70万件ほどホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧くださいっていう返しだったんですよ。でも、その実行委員会のスキームは、その70万件公開されているホームページでも見えないものだからご指摘なさったんですよね。地方自治法というなんか法律があるんですけれども、東京都とか地方自治体の公金の管理って結構厳しく決められてるんです。ダブルチェックで、そのお金が無駄に使われてないか、あるいはポケットに入れられないかというのを法律で厳しくしてるんですが、実行委員会という、事業の実施方針を取ってしまうと、そこの対象から外れちゃうんです。これちょっとおかしな話ですね。なんかダブルスタンダードですよね。プロジェクションマッピングまさにっていう都庁を華やかにゴジラが来たりとかいろいろやってる。約50億円2年間に使ったと言われてる、今問題のあれですよね。はい。観光政策として否定はしないんですけども、お金の使われ方として行革の視点で見たときに、ここは実行委員会という方式が使われてて、都が直接事業をお願いしてるんじゃなくて、東京都と都庁のある新宿区と、あと東京観光財団という都の関連、法人があるんですが、ここから一人ずつ足して3人で
務局作ってるんです。実行委員会というのはもっと多くの例えば NPO とか民間企業さんとかも乗り入れてやるべきものっていう雰囲気があるんですか？べきはないんですが、は例えば間だけでイベントをやると、企画からね、はい執行まで非常に残念な時あるじゃないですか。なんかちょっとニーズと違うなっていう。なんでこのキャラクターとかあるじゃないですか。ありますねはいはい残念な感じが。だから実行委員会方式を使うと民間のいいところと官のいいところ、専門性のいいものをお互いがぶつけ合って企画からイベント実行して終わって整理をするまで。はい、なんかすごくその方式としては、とてもいいんです。悪いものではないんだ。実行委員会自体が。ただ、これは法律で言うと、実行委員会のお金の使い方、どこかに委託をした契約のあり方、どういう執行したのかが一切見えないんです。見える化してもいいはずなんですけどね。対象外なんです、見える化の。なるほど。都ではないから。で、それは面白いんですけど、都ではないんだけれども、この実行委員会が、事務所をどこに置いてあるんですかって言ったら、都庁のその部局にあるんです。で、電話番号どこですか？都庁の部局の電話番号なんです。実質内部ってことじゃないですか？で、そうすると、そこに電話して、なんとかさんって担当者を呼ぶと、すいません、あなた今都の人ですか？実行委員会の人ですか？一人二役みたいな。そういうことです。で、負担金っていうのは本来3社がそれぞれ出し合って事務費を回すんですが、負担金も 100% 都が持ってるんです。お金も都が持ってるんですか？はい。だけどそれを都議会で聞かれると、都の職員は、いや、実行委員会は都とは別組織ですから答えられません。じゃあ、別組織ですから答えられませんって言うために、その形態を取ってるように受け取っても、いや、だから契約はどうしたんですか？なるほど。お金はどうなってますか？別組織だから答えられません。事務所も電話も一体なのに。で、それで逃げられて、で、蓋を開けてみたら、プロジェクションマッピングが委託をされてる法人というのが、東京オリンピックの談合事件で、今、東京都の競争指名が停止になってる。大手広告代理店の 100% の子会社関連会社なんです。その企業名って言っていいんですよね？電通です。電通ですよね。その電通さんって、オリンピックの一件で、あれ、そういう、今、なんて言いました？指名競争の停止。指名競争停止っていう処分を受けてるんですか？はい。だから、手を挙げて事業に、やらせてください。受注したいです。くださいって言っても、ダメなんだ。期間限定で君ダメですと。いや、イエローカードというかレッドカードというか、が出されてて、今退場しているのにもかかわらず、受注できた。関連企業が。関連企業、グループ会社ですからね。そうです。関連企業が受注できたのはなんでなんですか？で、実は3人いるって言ったじゃないですか、事務局に。東京都と新宿と。で、もう一つの東京観光財団というのがあるんですが、ここの理事の一人が電通の幹部なんです。怖い話、これ。で、この財団に出資、お金を出してる、出演しているのが電通なんです。これ都市伝説ですか？いや、都市事実です。都市事実伝説じゃなかった。伝説じゃファクトです。信じるも信じないもファクトですって話ですか？だからほぼ一体となっている東京観光財団が自分たちの 100% の関連会社に受注発注。これだって受注を手を挙げるっていうことすらできないところにこの直で指名するっていうようなそういうことってありなんですか？基本ダメですよね。ただこれも情報がずっとクローズドで情報公開されてなかったのが、都議会で野党の皆さんが頑張って、ようやく出てきた情報なんです、これが。すごい長く頑張ってようやく出てきた。時間もかかるんですね、その情報が出てくるまで。別組織だから。そうか。この別組織っていう実行委員会っていうスキームは普通に使えばいいけれども、悪用される可能性を多分にはらんでるっていう。例えば神奈川県とか他の自治体でも、やっぱり議会がそういうのは相当行政監視でチェックしてて、見直しをされてるんです。直接発注できるんだったら実行委員会を迂回しないで発注した方が経費も安く抑えられますし、なるほど。透明度も高まりますから。だからこのプロジェクションマッピングの実行委員会方式は明らかに直接発注した方が情報公開度も高いし、なるほど。経費も抑えられます。ということは、蓮舫さんが都知事になられた際には、この実行委員会システムっていうのはどういうふうに変えていくんですか？いい部分と悪い部分があると思うので、例えば 100% 負担金を都が持つんであれば、直接執行した方が早いですから。なるほど。で、そういう条件の時は、実行委員会経由しないでいきましょうねっていうようなルールを明確にする。行革としてできます。なるほど。それはすごい頼もしいですよね。ほんのちょっとしたコツコツした作業なんですけれども、やっぱり疑われるの嫌じゃないですか。確かに。
ね、政官業の癒着って今の国政見ててももううんざりするんですよ。不信感がありますね。うんざりするんです。だから東京都だけはやっぱりそこはしっかりしていきたい。なるほど。その部分では行革のしがいがあると思ってます。これ行革の中の話で言うと、公開討論会の中で一番こうね、象徴発したった神宮外苑の開発業者さんにパーティー券買ってもらったりしてませんよねっていうくだり。あのくだりの解消覚えてらっしゃいますよね。びっくりしました。あれびっくりしました。で、神宮外苑の開発は、やっぱり多くの方たちが一旦立ち止まるべきだと。100年育った森を切るべきではないという声は大きいんですよね。で、開発は、そもそも明治神宮が持ってる土地は、東京都の都市公園だから指定されているんで、木々は切れない、高い建物は建てられないとなっていたものが、いつの間にか規制緩和されてたんです。で、高い建物がいつの間にか2本建てられるようになってた。だから東京都は関係ないとは決して言えないんですね。で、まさかだけれども、その開発事業に手を挙げてる民間企業から、パーティー券買ってもらってましたかって聞いたら、法律にのっとってやってますと。おっしゃってましたね。これその心は何なんですか？買ってもらってませんって言い切れないことですよね。つまり買ってもらってたってことですか？としか判断はできません。これ金額とかも問題になってくると思うんですけど、選挙演説の中でその政治資金パーティーの金額とか規模とかもおっしゃってませんでした？4000万円ぐらいの政治資金パーティーを現職の方はおやりになってるんですけど、4000万円大きいですよね。20万未満は誰がいくら買ったか非公開なんです。それが法律にのっとっての部分ですね。そういうことです。で、20万円超は公開してるんですが、20万円超の公開よりも大事なのから20万円内の公開なんです。ここだ。で、細かく役員とか社員に分かれて買ってることもありますから。小分けして、見えなくする。そしたら情報公開できない。だからたくさんの社員とか役員とかに分割して買わせればいくらでも名前を出さずにお金を与えることができる。物理的にはそうなりますよね。法にのっとってというお話がありましたけど、その法自体のあり方が今問われてるってことですよね。その法律作ってきたのは自由民主党ですから。はあ、これは問題だけれども、これ国政も関わる問題だから、ここら辺は知事になられた時ってどういうふうに向き合っていくんですか？でもこの法律自体は、法律なんで国政なんですよ。で、なんちゃって改革をこの間岸田政権はおやりになりましたけども、この20万円超5万円まで下げたんですね。下げました、改正で。で、自民党のある大物の方に聞いたら、今まで2万円のパーティーだったんです。だから10枚買ってもらっても見えなかった。それが5万円になると、そうすると5万円にしちゃうと高いから、2万5千円で2枚にするって言い始めてるんです。なるほど。ただ小分けがそうなの。しかも値上げしてるっていう。分割してるだけ2万が2万5千円になって、しかも。そうなんです。だから、抜け道を作るんですよ。必ず抜け道があった状態で改正してる。なので私は東京都知事になったら政治資金パーティーはやりません。なるほど。一番わかりやすいんです。やらない。いわゆる政治にお金がかかるなんていうお話があるけれども、パーティーを一切やらないって発言しても政治活動ってできるものなんですか？この20年間私はパーティーも企業団体献金にも頼ってませんから。はあ、その場合は個人献金であるとか。個人にお願いをして。いうところであって、企業団体さんとお付き合いをそういう形ですると、やっぱり癒着につながりやすい。なんていうのかな、こういう質問ってできないかなとか。この方針ってどうなのかなって、なんか普通に会話に盛り込んでくるんですよ。そういう人たちがいる。なるほど。いる。いわゆるロビーイングっていうか。で、そういう人たちもそういう人たちで自分たちの分野をより良くしようという思いはわかります。でも、ある特定の方と付き合うっていうのは、私は良くない。それを俗議員と言います。はあ、なるほど。特定の企業団体、企業さんとそういうやり取りをすると、その人たちの利益を通すためだけの政治家さんになっちゃいますもんね。でも、それで票が出て、政治家であり続けられる人がいるのも事実だし。なるほど。それは国民に是非を問いたいところですよね。そうですね。有権者が判断するところです。なるほど。じゃあ、その文脈で言うと、じゃあ、便宜を図ろうかって言って開発業者として選んでいるっていう可能性があるとですか？そこはね、実際に知事になってみてどういう形で規制緩和をして、今の時点に至ったのかという情報を全部見たいんです。なるほど。ただ知らない人から聞いたら疑われますよね。だから
疑われたくないんだったら堂々とお答えになればよくて、パーティー券買ってもらってますって言えばいいだけの話なんです。はい、それを買ってもらっていないとも買ってもらっていますとも明言をしないで、法律にのっとってやってますって言われるから、だからなんかすっきりしない。まあそうですよね。私はそういう答え方がしかできないような、知事にはなりたくない。なるほど。でも、小池知事も相当失言を恐れてるというか、何か言質を取られたくないっていうところはやっぱりすごく強く感じました。どうなんですかね。いや、私とは違うタイプの人だなと、ずっと思ってました。方針が違うぞと。はい、蓮舫さんはバシッと言うんだと。いや、彼女もバシッと言うんですけど、なんかバシッと言うのが、蓮舫さんは国会の花だからとか言われて、未だに女性議員を花に例える人がいるんだと思って、なるほど。この人、ジェンダーの感覚、まだ、自由民主党の昭和の人たちの発想だなって、あれはすごい残念だった。へえ、そうなんですね。あとそこはズレが。友上さんが、小池さんは防衛大臣の時、玉上さんは、部下でしたから、人間関係いいのかなと思ったら、いきなり玉上さんが手を挙げて、私ね、築地に選挙事務所持ってるんですと。築地に選挙事務所、何言うんだろうってみんなワクワクして聞いてたら、築地の人みんな小池さんの悪口言ってるんですから、なんかみんな笑っちゃって、ありました。どうしたの玉上さんいきなりと思ったら、それに対して小池さんがおっしゃられたのが、あなたね、お友達は選んだ方がいいわよって。おっしゃってた。この人、まだ排除の論なんだと思って。出ましたね。いろいろアップデートされてないと思って。希望の時の、希望の党の時の排除の発言がありましたけど、あれに近いんじゃないかと。排除してませんかっていう。だって、嫌な声は、排除しないで聞かなきゃいけない立場じゃないですか。確かに対立する意見とかね、やじですらも一応耳に入れて考えなきゃいけない。お友達選ばなきゃちょっと違うんじゃないってことですよね。そこら辺の会話で最後もう一つ気になったのが、ペット殺処分。殺処分、はい。あちらの話で、ゼロになったということに関して、基準がどうも全国と違って東京基準になっている。東京ルールですと。これ実態を見てないんじゃないですかってお話になった時に、知事が実態を見ているからこその東京ルールですっておっしゃったんですけど、あれどういう意味なんですか？東京ルールを作ったんですよ。はい。なんか国基準から東京だけルールを変えたんです。これ小池さんになってからですか？はい。国の環境省のルールなんですけどもね、例えばペットでも先天性で障害を持ってる子とか、あるいは後天性でも障害を持つ、あるいは生育環境が良くない保護犬保護猫ちゃんで噛み癖があるとか、あるいは懐かないとか、面倒見きれないわっつって殺処分をした場合には、殺処分とカウントしないんです。なるほど。国はこの子も殺処分とカウントするんです。だからこの病気を持ってる子、扱いにくいと人間から見える子、でも飼いきれないとして殺処分された子を排除した東京ルールというのがあるんです。それも一個ちょっと排除が入ってくるんですね。だからこの東京ルールで見たら、元気な猫ちゃんワンちゃんはちゃんと譲渡されてるから、里親のもとに巣立ってってる。ゼロであると。だけどこの子を入れると数は明らかに増えるんです。なるほど。だから全体像を見ないと、政策って効果が見えないんですよね。むしろこの殺処分の除外された子たちが増えてたら、ここへの対策を打たなきゃいけないんです。確かに。基準外のところが増えてたら、それはそれで問題ですもんね。で、この数値も見えないんです。なるほど。情報公開が。でもこの基準をちょっと独自のルールにして目標を達成したっていうやり方自体はどうなんですかね？自分の公約を達成したいだからでしょうね。なるほど。その場合って他の例えば7つのゼロのうちの他のものに関してもそういったちょっと甘いんじゃないかなっていうところも出てきたりするんですか？まだお子さん小さいと思いますけど、待機児童ゼロになった。おっしゃってます、おっしゃってます。で、これはね、本当にご努力をされてるんですね。待機児童ゼロ。保育士さんを支援したり、第二子の子を保育料を無償化したり、これはすごいんですね。で、こうした政策は引き継ぎたいと思ってるんですが、隠れ待機児童というのがいて、隠れ待機児童。3人お子さんいるからわかると思うんですが、兄弟がいて2人で働いてた、あるいは1人でお子さん育ててたら、同じ園に入れてもらいたいじゃないですか。確かに、分かってますからね。でも、ここに入れなくて、他の園に入るとか、で認可に入りたいのに無認可になるとか、そうすると朝兄弟を
それぞれにおいて、うんこの子は認可、この子は認可外。だから支援と保育料も違うとか、大変だルールも違う。うんもう雨の時だからチャリぶっ飛ばして、いや本当そうですね。もうママとかパパすごいじゃないですか。大変ですね。うん、で、この求めてるところに入れない子たうちん、は、待機児童のカウントしないんです。なるほど。こぼれちゃうんです。それもちょっと条件が一個あるんですね。そうなんです。うん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 、これは実は国ルールなんです。なるほど。これは国もそれをカウントしないとなってる。保育園落ちた死ねうん、というネットのありましたね。話題になったあの一言から、とても政権は待機児童に敏感になって、うんすぐ減らすことを考えたら、カウントの仕方を変えるんです。なるほど、うん長くやらないと効果が出ないものに対してうん批判をそれまで受け続けるのが苦しい場合、基準変えるってことは国もちょっとやってきたことだ。相当やってきてます。相当やってきてる。はい。はい、はあ、じゃあここはかなり検証いりますよね。した方がいいと思います。はあ、だから例えば100人ぐらい隠れ待機児童がいるからいいわよねってことじゃなくて、親にとってみたら大切な一人の子供ですから、確かにその子の待遇がどうしてうちの子だけ待遇が他の子と違うんだろうっていうのはやっぱりすごいお辛いと思うんです。はい。その気持ちには寄り添わないといけないし、そういう部分ではまだまだ保育士さんの待遇を改善してあげないと、一つの園で保育士さんが足りないから、スペースはあるのに預かれる子どもが少ないっていう現状があるんです。だからそうした保育園で働きたいという保育士さんをもっともっと増やしていかないといけないと思います。なるほど。具体的な対策必要ですよね。うん、そういった、いくつかのブラックボックスが、現在もあって、で、それに対してはやっぱり疑問をみんなにやっぱ呈していきたいっていうのがあると思うんですけど、はい、そもそも小池さんって8年前、そういった自民党と対決して、自民党都連はブラックボックスだ。見える化を完全にする。のり弁を日の丸弁当にする。情報公開全部するって言ってなられたじゃないですか。本当にね。のり弁日の丸弁当になったっていうのは黒で塗りつぶしてたのを今度白でマスキングしてるんです。はい、色？はい。びっくりしたと思って。いや、明るくはなりましたけど、見えてはいないんですよね。同じく見えてはいない。あ、そういうことなんですね。そういうことなんです。これって、なんでそうなってしまったんですかね。本当にやる気がなかったのか、やろうとしたけれど、何か壁にぶち当たってそうなってしまったのか。最初の8年前は、非自民、反自民の方が選挙には有利だと判断されたと思うんです。選挙的判断ですか？で、4年前からだんだん萩生田さんとか自民党に寄っていったのも選挙に勝つという判断だと思います。都議会での議席数の問題ですか、それは？都議会での議席数は最初は都民ファーストの方が多いですから、多かったですよね。で、公明党さんのご協力もいただいて、そこはもう過半数は持っているんですけれども、やっぱり自由民主党というのは組織がある。それと各自治体の議会でも与党である、そういう意味では隅々までいろんな業界とのつながりがある、いわゆる組織票というんですが、それは選挙の時に最大限やっぱり動くんですよね。何にもないとやっぱりすごく怖いです。なるほど。すごい怖いです。票が積み上がってるって認識が全くなくて、なるほど。どれだけの人が私を応援してくれるんだろうっていうのが見えなくて、でも自民党さんだとこの地域だと何票出るとか、もう読めてるんですね、票読みが。最低限の基礎票が読めるんですよね。はあ、その基礎票ががっちりある自民党さんに次第にやはり揺り戻していくというか近づいていくのは、その政治生命を保つためにはしょうがなかったってことですか？一つの政治家としての歩き方だと思います。私とは違う。それは最初の時から本気で対自民ではなくて、その時に反自民を取ることが時の風に乗れると思ったからっていう感じなんですかね。ご本人にもう出てしまったから聞けないと思いますけど、ご本人に聞かなきゃわからないと思いますけど、私からはそう見えちゃうなという側面があります。その場合国民って何信じていいか分かんなくなりますね。絶対にのり弁を白にするというか、日の丸に弁当にする、明らかにするね、情報公開する、ブラックボックスと戦うんだっておっしゃってた人がそうじゃなくなってるように見える。これ蓮舫さんがそうなるってことはないですよね。いや、そうなりたくないから今回は20年間勤めた国会議員を辞めて、政党を辞めて無所属で、本当に怖いけれども手を挙げたんです。
本当にそのご本人の中では退路を断ってるというか、背水の陣というか、本当のその国会議員を辞めてっていうところ大きいんですね。大きいですね。今無職ですから。あ、そうなんですね。名刺がないんですよ。あ、なるほど。はい。名刺いただくときにすみません、名刺なくて。参議院議員ですっていう名刺が今出せないから。はい。もうない。でも私もこうなんとなく情報に接している中で言うと、そこまで大きい覚悟なのかっていうのはまだ伝わってはいなかったかもしれないですね。あ、そうですか。はい。なんかその都知事の選挙が終わって、もしこう思った通りの結果が出なかったら、またその元の党に戻るっていう受け入れ準備があるのかなっていうふうに勝手に思ってたんですけど。もうとにかくやめて、この挑戦で絶対知事になろうと思ってます。もうそれ以外のことは考えずに、だからそのもしもの話ですけど、もしも都知事になれなかった場合も戻らないってことですか？そんなもしもなんて言わないでくださいよ。心折れますから。本当ですよね。はい。じゃあその元に戻るとか戻らないとかっていうことも今は考えない。うん。20年やってて、はい、今ほど私自民党じゃダメだって思ってる時ないんですね。へー。ここまで腐ってなかった。なるほど。いろいろ政治と金の問題ありましたよ。でもその度ごとに与野党で議員立法で法律を作って穴を塞いできたんです。だけど3000万円裏金をもらって、それを追及されたら、いや裏金じゃないんだ、所得じゃないんだって、なぜならば事務所の引き出しに入ってた。はい、言ってましたね。嘘でしょ、どう考えたって。ね。そんな引き出しだったら欲しいですっておっしゃってましたね。欲しいよ。みんな欲しいでしょ、だって。欲しいですね。だからそんなね、言い訳をするような人が前政調会長とか、安倍派の幹部とか、総理候補とか、それで法律改正は、野党第一党の声は聞かないで、結局自民公明だけで採決ですから、そうですね。劣化が進んでるんです。で、その自民党がステルスで応援する人が現職であれば戦いがいがあると。そこが大事だ。すごく思ったんです。ずっとやってきたクリーンな政治。今回のでまた政治って信頼でされなくって、政治家ってどうせとバレてるんですよ。やっぱりこうなんかこう絶望感失望感がね拭えないところありますよね。それと、ごめんなさい。どうぞ。知事になったら、やりたいことの提案が直接できるんです。二業大行政なんで、国会議員だと、野党でもできることがあるのは、例えば超党派で法律を作って世の中を変えることができるんですけど、やっぱり超党派のメンバーを募って議論をして専門家に確認をして法律を作って国会衆議院通して参議院通して法律が出て公布されてようやく施行されるまでにやっぱり1年以上かかるんですよ。確かに長い。だけど世の中ってすごく変化が早くなってきて、守るべきものは守るんだけど変えていかなければいけない事象ってすごくあるじゃないですか。例えば選択的夫婦別姓、岸田さんは重要なのは議論をすることだって、もう30年議論してるんです、これ。議論はしてるんだ。議論をするって言うけども、増税は瞬時に決めましたよねって切り返した。確かに。ね。子育て支援金って瞬時に決めましたよね。社会保険料とかパッパッパっていきますよね。パンパンやってますよね。そうか。でも選択的夫婦別姓だけは30年経つってことは、やっぱりその自分の名前ってアイデンティティだし、仕事のキャリアが途絶えたり、パスポート名と通称が違うから、海外でホテルに泊めてもらえなかったり。不便ですよね。好きな人の名字が一緒になるっていう自由はとっても大事なんです。それは守る。でもそうじゃなくて、別にしたいっていう選択肢を、それを選ぶだけなのに、家族の一体感が損なわれるっていうんですね。だったら私は東京都でやりたいんです。東京都は今、同性のパートナーのためのパートナーシップ宣誓制度っていうのがあって、ここに男女カップルが婚姻届を出さない選択的夫婦別姓が実現するまで、じゃあその人たちも一緒に東京都は認証しましょう。これ知事提案でできるんです。なるほど。ね、それ1年とかやってみてくださいよ。家族の一体感が損なわれた人手を挙げてくださいって言って、手を挙げる人がいなかったらどうぞ国やってください。国に突きつけられる。なるほど。都で事例を作れるんですね。
面白いですね。でしょ、はい。すっごいやりがいがあるんです。しかもこの選択的夫婦別姓についてはなぜ通らないのかっていうのが分からない人にはものすごくずっともやもやしますもんね。家族の一体感が損なわれるからです。あれってごめんなさい、そう言っている団体のやっぱり支持を強く受けてるからそういう感覚になるんですかね。例えば統一教会。そうですよね。はい、若者を応援したいっていう。若者と子供ってずっと薄かったんです、なぜならば投票に行かない人が多いから。票にならないところにお金をまかなかったんだ。はい、その種を今まいておけば十数年後に必ず芽が出る社会にすることができるんですよ、なるほど。国会で、ね、シニアな男性議員と付き合えなくてよくなったんで、すごい解放された感があるんですよ。ちょっと待って、それ国会へのクレーム多くないですか？プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。